こんにちは、スパオです。今回は9月に発売された無印良品の新商品を紹介するんですが、今回のはやばいです。無印さん本気出してきました。また今回そんな期待の新商品の発売前の新作試食会にお呼ばれしたので、当日の様子も合わせてお楽しみいただけたらと思います。ではどうぞ。まずはじめにご紹介するのが、素材の旨味引き立つパスタソースのボロネーゼ。今回行った試食会でも出していただいたんですが、今回のパスタソースの中でも一番おすすめしたい一品です。本場イタリアに行っていろいろなお店やご家庭にまでお邪魔をして、本場の味をとことん研究されてきたそうです。完全リニューアルというわけではないんですが、以前からあったこの粗挽き肉のボロネーゼと比べると格段にレベルアップしています。今回のボロネーゼの美味しさの特徴が大きく分けると2つあって、1つがお肉の旨味を引き出すために塩と胡椒でしっかり下味をつけていること、2つ目が香ばしさのあるローストオニオンと甘みのあるソテーオニオンの2種類の玉ねぎを使うことで味に深みを出していること。ちなみに前回のボロネーゼはソテーオニオンのみでした。これ感動したのが、ソースしかり食材の香りがとってもいいんです。牛肉がベースのひき肉は噛んだ時にちゃんとお肉の風味がするんです。これレトルトではなかなかお目にかかれません。そしてソース全体に感じる牛肉のコク、お肉ないところでここまで香るかと心の中で唱えたほどに風味がめちゃくちゃいいです。こちら作っているのが2023年に創業100周年を迎えるスープやカレーなど高品質なレトルト商材を世に送り出している MCC さん。スープとか本当にいい味なんです。なのでカレーは錦食品、パスタソースは MCC、 これは覚えておきましょう。結論、とても美味しいです。リニューアルにあたって価格も少し上がってはいるんですが、今回量も増えてますし、何よりこれだけの風味のパスタソースをレトルトで、しかも全国規模で買えるなんてどうかしてます。そしてこれに合わせたいのが、同じく新しく発売されたショートパスタのリガトーニ。旨味の強いデュラム小麦を使用して、さらに全粒粉と小麦粉のちょうど境目、小麦の皮を磨ききらない製法を用いることで、小麦本来の旨味を残したすごいパスタができました。今回のソースにもパスタにも言えることなんですが、パッケージにおすすめの組み合わせが書いてあるんですよ。こんなにいっぱいソースがあると、どれにどれを合わせたらいいかわからないので、このおすすめはありがたいですよね。無印の商品開発の方もおっしゃっていましたが、日本でパスタといえばスパゲッティと言われるロングパスタがほとんどなんですよね。いくら現地の味を再現したとしても、ロングパスタだけでは世界の食文化を発信しているとは言えないということで、ショートパスタを含む6種類のパスタも同時に発売されました。パスタが変わるだけで食の楽しみもぐっと増えると思うので、ぜひ無印でパスタソースを買う際にはパスタも一緒にカゴに入れてほしいですね。約束です。続いてが素材の旨味引き立つパスタソースのポルチーニクリーム。洋食、特にイタリア料理ではよく使われるポルチーニだけを使用したパスタソースです。具材には5ミリほどにカットされたマッシュルームが入っていて、わずかながら食感アップに貢献しています。クリームをベースにポルチーニのペーストとパウダー、マッシュルームソースと結構パンチのある食材を使っているにもかかわらず、くどくなっていないのがお見事って感じです。そしてこのソースに合わせたいのがフジッリ。螺旋状に加工してある分、四方八方からソースを引っ掛けることができるので、特にクリームソースの相性がいいとされています。ショートパスタは厚みがあってボリューミーな質感なので、クリーム系は特にソースいっぱい食べたい分、この絡み具合はいいですね。パスタにしてもいいんですが、これからの時期はスープに入れても美味しいです。続いても素材の旨味引き立つパスタソースのポモドーロ。無印のポモドーロはニンニクの旨味やチーズのコク、バジルで風味を出したシンプルなんですが旨味にあふれたソースに仕上がっています。先ほどのボロネーゼとは違ってトマトの酸味がとっても爽やかで美味しいです。まさにトマトソースといった感じで、これはお子さんから大人まで誰が食べても美味しい味です。そしてこれ製造がなんと錦食品さん、つまりおのずと無加糖無添加、味は言うまでもありません。そしてこのソースに合わせるのがペンネリガーテ。さっきのリガトーニとは違って
先っちょが斜めにカットされている分、その部分にソースが溜まりやすいんですよね。なので濃厚系のソースだとちょっとくどくなっちゃうかもなんですが、トマトがベースのポモドーロだと量が乗ってもそこまでくどくなく、むしろトマトのフレッシュさを存分に楽しめる仕様になっています。まだまだ参ります。素材の旨味引き立つパスタソースのイワシとフェンネル。この組み合わせのパスタソースってなかなかなくないですか？しかもそれがレトルトで味わえるのは本当に希少です。このレシピは商品開発の方がイタリア・シリア島のレストランで出会った味だそうで、その美味しさに感銘を受けて今回商品化に至ったそうです。そしてこちらも錦食品さん製造なので無添加無加糖です。イワシの風味がうまく出ていて、これがとっても美味。それでいて魚臭さみたいのは皆無で、この辺はフェンネルの効果が出ています。しかもこのフェンネル、実は生のものを使用しているこだわりぶり。この組み合わせは少なからず日本のレトルトではまず出会えない味です。これはキンと冷やした白ワインやレモネードなどと一緒にさっぱりといただきたいです。そしてこれに合わせるパスタがチェレンターニ。真ん中が開いたマカロニのような形状のパスタをぐるんとねじったのが見た目の特徴で、表面にも溝も入っているため、あらゆる角度からソースを引っ掛けるような形状をしています。特に水分の多いソースとの相性が抜群で、今回のイワシのソースやスープなんかに入れても美味しいパスタです。続いてが素材の旨味引き立つパスタソースのピスタチオクリーム。なかなか日本では見かけないですよね。ありそうでなかったというか。ピスタチオといえば特に南イタリアでの生産が盛んで、現地でもパスタと一緒に食されていて、ソースだけでなく生地に練り込んだりもされています。気になるお味なんですが、原材料の先頭にピスタチオが来るほどにナッティーな風味が強いです。クリームも入っていて大変コク深い味なんですが、変に甘々な味になっていないんですよね。強いて言えば塩気がないので、これだけで最後まで食べ進めるのはちょっと飽きちゃうかもしれません。生ハムなど塩気のあるものを添えると美味しいのでおすすめです。正直これだけ500円オーバーなのと万人受けする味でもないので、買うにはちょっと勇気がいるかもしれませんが、ピスタチオお好きな方は一度試してみてほしいですね。はい、次が素材の旨味引き立つパスタソースのカルボナーラ。こちらも新商品扱いなので厳密にはリニューアルではないんですが、以前までのカルボナーラと比べると原材料の先頭がベーコンになったほどにベーコンの食べ応えがアップしたのと、卵感がよりアップしていますね。ベーコン結構大きいです。で、今回のカルボナーラでなくなった原材料が実はあって、それがなんと生クリーム。日本でのレシピには必ずと言っていいほどに入っている材料の一つだと思うんですが、これ実はカルボナーラ発祥の地、イタリア・ローマで食べられている本場のレシピを再現しているんです。ベーコンに羊のミルクからできるハードチーズのペコリーノ・ロマーノ、そこに卵黄と黒胡椒を合わせた比較的シンプルなレシピなんです。それを変に日本風にアレンジしすぎず、本場のレシピで勝負しているところに私感銘を受けましたね。クリームがない分濃厚さはありつつも後味がさっぱりしているのがグッドです。このカルボナーラハマりそうですね。そんなカルボナーラに合わせるのがフェットチーネ。今回発売されたショートパスタたちはほとんどが乾燥パスタだったんですが、これだけ生パスタの販売です。フェットチーネはやはりもちもち感が特徴なので、その特徴を存分に味わうには生がベストです。はい、パスタソースの最後です。紅ズワイガニのトマトクリーム。こちらは以前の商品をアップデートしたリニューアル品。紅ズワイガニの旨味に完熟トマトと生クリームで酸味とコク深さを出しているお子様にも人気のあるメニューです。カニの身を探すのは至難の技なんですが、カニエキスが入っている分、全体的に旨味みたいなものは広がっています。原材料の先頭がクリームなので、相応にコク深い味な分、食べ応え結構あります。ただ、エビの発酵調味料シャージャンやブランデーなども使っていて、味わえば味わうほどに奥深い味に気がつくはずです。こちらはスパゲッティなどのロングパスタでいただきましょう。こちらも今回新商品として発売されています。これ普通のロングパスタじゃんと思いきや、パッケージに書いてあるデュラム小麦の旨味を引き出したというのがポイントなんです。というのも全粒粉の皮の下のところに旨味の層があるんですが、
そこを残しながら小麦粉に近い食味の良さをいいとこ取りをしている、実はすごい技術で作られているんです。無印の本気パスタソース食べるなら本気のパスタと一緒に食べないともったいないです。ぜひご賞味を。はい、ここからはそんなこだわりのパスタの美味しさをさらにパワーアップさせるアイテムをご紹介です。こちらの塩タブレット。パスタ 100g 分、お湯1リットルに対してこちらを1つ入れるだけという塩を計量する必要がない便利アイテムです。これ以外の使い道がいまいち思い浮かばないので、ここまでご丁寧にしていただかなくてもいい気がするんですが、便利といえば便利でしょう。そして今回、本気のキッチングッズたちも見逃せないのでご紹介です。日常の器シリーズ。今回、このお皿のデザインを手掛けたのが、プロダクトデザイナーの深澤直俊。実は、すでに無印でもいくつか商品のデザインをご担当されていて、この壁掛けの CD プレイヤーや、最近ではこのバカ売れしているハードキャリーケースなど、無印らしさはしっかり把握されていらっしゃる感じです。さすがに全部買えないというか、いらなかったので、特にビビッときたものをゲットしたので、使い勝手も含めてご紹介です。日常の器、プレート大、グレーベージュとグレー、ダークブラウンです。大きいサイズを3種類セレクトしました。和洋中、どのジャンルでも活躍する、これ一つあれば、大概のことは事足りるお皿になっていて、もちろん電子レンジや食洗機も OK。この縁のカーブが絶妙で、置いた皿を持ち上げるときなんかすごい持ちやすいんですよね。この辺含めて、使いやすさの微調整はかなり行ったと食器カテゴリーの商品分の方がおっしゃっていました。そしてオーバルプレートは小を選びました。小って書いてはあるんですが、サイズ的にはさっきの大と同じくらいなので、オンラインなどで買うときはご注意ください。今回は食パン乗せてみたんですけど、ギリギリにならないようなちょうどいいサイズ感。ウインナーくらいだったら一緒に乗りそうです。そしてこれからの時期は焼き魚乗っけたいですね。妻はグレーベージュが一番使いやすかったようで、我が家のローテーションに入るようです。そしてもう一つ、今回の大型新商品がこびりつきにくいフライパンシリーズ。その中から今回はこちらの2種類をゲットです。正直言うと最初見た時いらんかなって思ったんです。ただ知れば知るほど、持てば持つほどにその魅力に惹かれてしまい、最終的に妻と相談して2つ買っちゃいました。焼く、煮る、炒める、蒸す、揚げる、炊くの1台6役が放っちゃうすごいフライパンです。まず軽い。スビリンクの鍋なんかと比べてもとにかく軽いです。妻でも抵抗なく扱える軽さで、これは料理がはかどるというか、負担が少なくて済みそうですね。深型の方は肉じゃが豚汁、カレーくらいなら 2,3 人分くらいはいけそうです。で、これ、鍋の底がかなり分厚く作られているそうで、熱が均一に広がって蓄熱性が高くなっている反面、それだけだと重くなっちゃうから、側面は薄くすることで全体の軽量化を図っている、まさに鋳物ならではの調整ができちゃう仕上がりなんです。そしてこれ、わかりにくいんですけど、縁の部分がフランジ加工してあって、絶妙に外側にくるんってなっているんですね。このおかげで360度、どこからでも汁物を注ぎやすくなっている設計なんです。熱伝導が高く、油も不要でムラなく焼けるので、ステーキやホットケーキなんかがとにかく綺麗に仕上がるんです。この浅型と深型、両方おすすめなんですけど、特にこの深型のフライパンと鍋が兼用で使えるのが便利すぎて、ティファールの鍋使わなくなっちゃいました。じゃあ買ってみようってなかなかフライパンでは勇気いると思うんですけど、最近こびりついてきた方はマストで一度店頭で触ってみてほしいです。多分買っちゃいます。それくらいおすすめできます。はい、いかがでしたでしょうか。今回のパスタとパスタソース、かなり仕上がってるなって感じです。無印イコールカレーのイメージしかない方、これからは確実に損するでしょう。今回このレトルトカテゴリーのマネージャーの方といろいろお話しさせていただいたんですが、本気でこのパスタとパスタソース、無印の新しい柱にしようとしているパッションをひしと感じましたね。イワシのフェンネルとかも珍しくていい味だったんですが、今回はボロネーゼのクオリティがちょっと抜けてたかなって印象です。ぜひパッケージに書いてあるパスタと一緒にいろいろ楽しんでみてくださいね。無印のパスタカテゴリー、これからは要チェックです。このようにこのチャンネルでは
成城石井元店長の私がおすすめする成城石井やカルディ、無印良品のおすすめ品や食べ合わせ、たまに全国のスーパーで買えるおすすめの商品やデパ地下グルメといったマニアック企画など、食にまつわるあらゆる情報を発信しています。少しでも参考になったよという方は、いいねやコメント、チャンネル登録をいただけると嬉しいです。また、インスタグラムや Yahoo エキスパートでも日々情報を発信しているので、そちらもぜひ遊びに来てください。今回こちらで終わります。ご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。